犯罪に手を染めたかのような印象操作がなされておりますけれども、いや、決して他の候補を誹謗中傷とか批判したことはないと言いましたけど、立憲民主の害獣ってどういうことですか。これまでさ、この1ヶ月半さ、国会答弁したこと全部後から文春に覆されてるわけですよ。日本国の内閣総理大臣は人間としてあの程度であるという姿がお茶の間に流れたんですよ。だってこんなん放送事故やん。国家の安全を担う自衛隊で何が起こったか。日本すごい万歳。今日のタイトルのネタなんですけど、もうね、もう動画見たらわかります。もうちょっと勘弁してくれって状態になってます。昨日の国会の様子です。昨日の国会は、NHK で放映されてたんです。参議院の予算委員会の様子をご覧いただきます。立憲民主無所属の杉尾秀哉です。高市総理とその周辺に重大な疑問が投げかけられています。中傷動画をめぐる問題です。虚偽答弁の疑い、選挙の公平性と SNS 規制の問題、金融犯罪の疑いがある早苗東君とのこの暗号資産規制強化の中でのですね、関わりの問題、いずれも政治への信頼や民主主義の根幹に関わる問題であります。看過できません。中傷動画ですとか、早苗東君、暗号資産、こういったことについて、あたかも犯罪であるかのようなイメージ操作をされているように感じますので、いや、最初そのようにおっしゃって、質問が始まりましたので、初めに申し上げますけれども、私はこれまで30年以上、衆議院議員を務めてまいりました。で、これはですね、何度も衆議院選挙を戦い、そしてまた総裁選挙にも3回、立候補しましたが、他の候補者を中傷したり、批判したりするようなことはせずに、ひたすら自分の政策を訴えてまいりました。これは私の政治家としての矜持であり、誇りでもあります。私の事務所や陣営もそのことは十分に理解をして、私の心情に従って活動をしてくれております。ましてやそういった行為を第三者に依頼して行うといったことをすることはありませんから、中傷動画ということについては、これは私の事務所で作成もしないし、ましてや第三者にも依頼をしてない。それから早苗東君について取り上げられていますけれども、私は3月2日までその言葉を聞いたこともありません。私も事務所もそのようなものは暗号資産として発行され、取引されることを承認したことはございません。官邸の秘書官から3月2日にこのようなものが暗号資産として取引されているようだということを聞き、秘書に責任を押し付けるものではございません。その都度その都度、週刊誌の記事をもとに、これを確認してください、これを確認してくださいと言われますので、なかなかですね、質問通告をいただくたびに、こういう週刊誌の該当部分を深夜に読んで、委員会当日に秘書に電話をする。聞かれてもないことをですね、長々しゃべる、時間を使う、25分しかありません。ここまでもう8分、ほとんど総理が一人で、聞かれてもいないことをずっとしゃべっています。私がなぜこういうことを言っているのか、ちょっとこれ簡単に見てください。これまで何回か私も総理に伺いました。その度ごとに答弁がコロコロ変わっている。例えば真ん中見てください。この12月17日、去年のこれ、本当に肝心なこれ、オンライン会議です。それについて最初は事実と違うって断言したんですよ。そしたら、事実だった、あったって言ってるんです。そしてその時の音声、これ公開されました。一番最初は確認できないって言った。そしたら今度違和感があるって言った。最後に自分の声に似てる、これは秘書の言葉ですけど、自分の声に似てるようだけれども確信持てない。私もこの音声比べましたけれども、これ誰が聞いても一目瞭然、同一人物ですよ。聞いて一目瞭然とおかしい。こういう事実、そして音声鑑定の結果、同一だということが分かりました。事実を突きつけられなければですね、これまで
再三再四答弁してきたことが違うということがわからないんです。なぜこの問題がですね、冒頭申し上げましたけれども、なぜそんなに重要なのか。国会答弁ってそんな軽いもんじゃありません。そして、野党の質問に対して真摯に答えない。先ほど、衆議院の質疑の中で、秘書の陳述書を出す。それで勘弁してくださいと言いました。総理は自分で答弁されるつもりがないんですか。そしてこれだけの証拠がですね、いっぱいありますよ、この後も。証拠がいっぱい揃っていて、12月17日の会議に至っては、木下秘書が、松井さんとこんなことがありましたって言って、長く書いて、で、その中に暗号資産って言葉も出てくるんですよ。暗号資産一回も聞いたことない。そんなこと全くないでしょ。そして、3月2日のトークンの発売日に、取引が開始されたその日に、木下秘書が、早苗トークンっていう文字を使って、こういう文章で、早苗トークンの宣伝をしますということを、松井さんに伝えている。これだけの事実関係があって、自分で答えないというのは、あまりにも不誠実じゃないですか、総理。そうだ。あたかも私どもの秘書が何か犯罪に手を染めたかのような印象操作がなされておりますけれども、いや、決してその暗号資産の取引、いや、その早苗トークンというものがですね、暗号資産であったり取引されるものであるという認識を、私は暗号資産という言葉も、そして早苗トークンということも3月2日まで知らなかったし。先ほど、総理は、他の候補を誹謗中傷とか批判したことはないと言いましたけど、立憲民主の害獣ってどういうことですか。はい、高市早苗内閣総理大臣。ですから、このように週刊誌の記事、出典週刊誌と書いてあります。週刊誌の、そして誹謗中傷ということは決してしていないということは、もうこれは私の誇りですし、私の秘書もはっきり申し上げています。そしてそのようなことをましてや第三者に頼むことなどありえます。ひどいでしょ。で、これでもうありえない、ありえない、ありえない、やってない、やってない、やってないって言ったら、これまでの、いや、もうさっきの元彦の話と一緒ですよ。おかしなことを言うたことそのものがね、あかんのではなくて、もう知恵回らんのかっていうことですよ。これまでさ、この1ヶ月半さ、国会答弁したこと全部後から文春に覆されてるわけですよ。ほんだらさ、政治家やったらさ、言葉濁せよ。言い訳をすなとかそういうこと言ってんちゃうの俺は。別に言い訳してもええよ。言い訳してもええし、嘘ついてもええよ別に。政治家やねんから。嘘ついてもええ。言い訳してもええ。そやなんで言い切んねん。頭ごなしに否定したらまた証拠でひっくり返されるやん。いやね、これ本人はええで。本人はそれで逃げ切ったつもりでおるのかもわからんし、実際逃げ切られるのかもわからんけども、なんかさっき夜中に週刊誌のコピーが送られてきて、で、次の朝、委員会の当日に秘書に電話かけてどうのこうのみたいなこと言うけども、嘘つけよ、お前、それ。質問通告来たらまず官僚が見んねやんけ。官僚が対応してんねやんけ。そんなもんお前、総理自らやってる政府答弁なんかあったら困るよ。そんなことありえないんですって、そもそも。そんなもんね、質問通告してきて、政府が総理が政府宛ての質問通告を読んでですよ。で、それを個人的になんかアセンブリしてるとかっていうような答弁やったらね、それがほんまであろうが嘘であろうが、やめてくれっちゃなあかんの、こっちは。憲法にはそんなこと書いてないねんから、内閣として国会に対して責任持つんだから。ありえないでしょ、そんなもん。それをなんかあたかも我がでやってるみたいなこと言うてで、いやで、これで騙されるんですよ、田舎の弱者は。高市さん頑張ってはる、言うて。
ということでね、結局ね、兵庫県の行政が壊れてるというのはご覧の通りですよ。僕の質問にさえ満足に答えられないわけ。で、これ国会ボロボロになってるわけ。こんな嘘が通用してて。これだから茂木さん、後ろであんな顔してる理由ってなんでか言うたら、ありえないことが起こってるからですよ。国会として。明治以来の伝統ある国会の様子を高市早苗一人が壊し続けてるんです。もう完全に国会壊れてしもてるんです。国会の様子を最近見てる人が少ないから、いかに高市早苗が国会で無様であるかということをご存知ないと思うんですが、僕はずっとここの時間帯でも兵庫の話ばっかりしてるっていうのもありますけど、ここ1ヶ月の高市早苗の国会での様子は、僕はこの人ね、日本の仮想敵国から送り込まれてきた工作員なんじゃないかなと思い始めてます。我が国の国会を破壊するために送り込まれたどっかの国のエージェントなんだろうなと思ってるんです。そうでないと説明がつかないぐらい国会ボロボロになってます。これ多分なんか北朝鮮とかロシアとかからの工作員なんちゃうんかなと。そうやとするとすっと腹落ちするんです。だって日本の内閣総理大臣がアホなんてことは想定してないですからね、こっちは。だって明確にアホが内閣総理大臣やってんのもん。ほいで、日本の GDP を下支えする日中貿易関係に日々入れてるでしょ。で、後で紹介しますけれども、太平洋艦隊のアメリカの空母2隻体制崩れてしもてるでしょ。で、アメリカの関税は書かれっぱなしでしょ。で、円安でしょ。なんか知らんけどね、早苗ちゃん、どっかの工作員やって言うたらね、全部説明つくんですよ。あいつ北朝鮮から送り込まれた工作員やで。って。あ、ほんまや。せやから日米関係も日中関係も赤になってんねや。ああ、なるほどな。アホが内閣総理大臣をやるなんてことは考えにくいわけですから、そういうことができる賢い人が内閣総理大臣をやってると思ってなかったら、国会中継が NHK の電波に乗って全国のお茶の間に流れたという衝撃的な事実を把握しようがないじゃないですか。あれ、全国中継されたよね。内閣総理大臣の姿が。日本国の内閣総理大臣は人間として程度であるという姿がお茶の間に流れたんですよ。これが僕の言うね、自由民主党の社民党化ってやつですよ。高市早苗が内閣総理大臣をやるべきだ、自由民主党の総裁をやるべきだと僕が言い続けてきたのはこの効果を待っていたんです。ようやく僕はそうあるべきやと思いますよ。これで自民党に統治能力なんかない、政権担当能力なんかないと。んなもんお前、大石晃子と変わるかい、人間のキャパシティとして。あそこで必死になって声荒げるなんて。大石晃子レベルの人間が総裁してるんですよ、今の自民党は。ええやん。次選挙勝たれへんから。同じ手使われへんねんし。ほんで、高市早苗は、そんなもん、あと480年高市早苗が内閣総理大臣するわけやなしにね。やったところで5年なわけですから。5年経って高市、今の選挙で勝った連中が、高市早苗抜きの選挙どうやって勝つつもりやねんって話になるがな。今まで総裁やってその次もっぺん総裁になるって事例はあったけども、総裁辞めて幹事長やるってことはないんやから。だからもう俺あと高市政権15年ぐらい続いてほしいねんけど俺。全部ボロボロになる。そんなもん、沖縄の地上戦があって原爆2つ落とされて、東京と大阪に B29 の空襲があった以上のインパクトを日本に残すよ。もっぺん最初からやり直しになれるから。もし高市政権が15年続いたら。その方が戦争するよりマシ。で、社会民主党がね、福島みずほと海渡雄一の、気持ち悪い夫婦の、独裁で回ってるみたいな。で、その周りのワナビみたいな気持ち悪いおっさんがお椿優子の口封じたりしてるみたいなね。ああいう気持ち悪い政党に自民党もなるんですよ。そしたら選挙楽やぞ。こっちがまともな社会人やってるだけで選挙取れるようになる。だからもうあと10年15年続いてほしいんですよ、高市政権に。で、こういう姿を見せて、
自由民主党には統治能力がないということを NHK の全波で全国のお茶の間に流し続ければいいんです。もうやめてほしいよ、この文春騒動で。俺別に文春騒動って言うてへんよ。これは文春騒動に俺が乗らない理由ってのはこの間説明しましたけれども、文春騒動でもうやめれたとか言うてるけど、やめんといてほしいねんけど。やめんといてほんま。もうこれもうじびじび年寄りのしょんべんみたいにずっとやっててほしい。要はアホリベラルの人が NHK は政権の肩持ってるって言うけども、俺これ国会中継で NHK で流れてるの見て、NHK は反高市政権なんだなと思ったもん。だってこんなん放送事故やん。これ映したらあかんやつやん。でそれを流してんねんから、そうか、NHK は支持率落としたんやなと思って見てました。これはあれやん、タージンが街角レポートやってて映ってくる通天閣の下のおっさんと変わらへん。お前そんなもん、何してんよ、お前つってタージンがカメラをこっちに向けましょうっていうやつやんけ。ね、内閣総理大臣が放送事故。なんて素晴らしいんでしょうね。だって世界に笑い物になっていってんですよ。絶対ママチョに乗ってるタイプやん。おっちゃんでもおばちゃんでも。これテレビか！これテレビ回ってんのか？そうや、もうお前あれやないか、お前そのとこでマイク持ち上げた。お前俺売ったらやないか、お前。言うてるおっちゃんおばちゃんと変わらへんやん。それがな、千林の商店街でママチャに乗ってるおばちゃんやったらええけど、この人内閣総理大臣やけどね。忘れてるかもわからへんけど。まあそんな話はどうでも。でということで、そういう人が内閣総理大臣やってくれててよかったですね。順調に世界の笑い物になって、順調に世界から取り残されて、順調に没落していく。ええことです。そうならんとみんなやり直せません。それでええんです。それで恥ずかしいと思われへんような人間、弱い人間が多いんやったら、それなりのことやったらええだけのことやしね。日経新聞の13面、これ面白かったですね。今度僕は不走写真書で新しい本出るんですが、そこに書いた俺の問題意識と全く同じことを、指摘していました。13面。アメリカなんですが、権力集中、略三権分立、強すぎる大統領の脅威と言うてるんですが、これね、こうなってしまうかもっていうのは、憲法制定会議の頃から指摘されてたんですよ。要は250年前からトランプみたいなやつが出てくるかもっていうことは警戒してたの。それに対する歯止めというのを今までは司法がやってたんやけど、司法も今ちょっと大統領になびいてしもうてるんで、このままいったらえらいことになるよねということをいう指摘であります。この13面の記事は面白かったですね。あともう一つ、日経新聞だけが書いてるっていうか、知ってた速報って感じなんですけど、イランの戦争が始まってからどうなってるか言ったら、フィリピンと日本両方合わせてなんですけど、これまでアメリカが維持してきた中国の出口に、アメリカの空母を2隻常に置き続けるという戦略が破綻してしまいました。で、ネットを見てるとね、右側のウィークネスフォビアの連中は、トランプ大統領は中国封じ込めのためにやってるっていう、中国封じ込めてる瓶の蓋抜いてしまってるんだよ、トランプは。トランプは中国のエージェントなんじゃないかなと思うぐらい、習近平が喜ぶことしかやってません。で、アメリカがこんな感じにして極東を捨てて自分の国家利益のためにあっちこっちでいろんなことやってるときに台湾有事がーって言うてる高市早苗がいかに愚かであるかということがこれでもわかると思います。この愚かな状態のままあと高市早苗内閣が10年15年続くことを僕は恋願いますね。みんな失敗したってこと気づいたんやね。手痛い代償を払って。です。で、ここから先、あんまり大したことないなっていう話になりますよ。その国家の安全を担う自衛隊で何が起こったか、日経新聞のスクープです。陸上自衛隊艦船 USB 接続、機密端末に1年間気づかず。
陸上自衛隊が2025年2月まで中国系ウイルスに感染した USB メモリーを機密システム端末で1年近く使い続けていたことが日本経済新聞の取材で分かった。複数あるチェックの仕組みが機能しなかった。同様の USB が個人や企業に流通しており、類似の被害が広がる恐れがある。で、これどういうことかというと、記事、気になる人はこうと読めばいいんですが、自衛隊は機密度が大切な組織ですから、ネットワークにつながってる、インターネットにつながってるオープン系のシステムとクローズド系のシステム両方あるわけですよ。で、クローズド系のシステムは、要はそのデータのやり取りをクラウド経由とかメール経由でできひんから、普段から USB でのデータのやり取りというのは部内ではやってたらしいの。ネットワークにつながってないからね。スタンドアローンではないんだろうけれども、外部ネットワークとはつながってないから、機密を扱っておるときやから、その同じ部署内の PC でのデータのやり取りを USB でやってたらしいの。にもかかわらず、ウイルスチェックで USB を対象外にしてたらしいの。ここで言う複数あるチェックの仕組みが機能しなかったというのはそういうことです。で、これ繰り返しになりますが、なぜ USB 使ってるか言ったら、インターネットにつながってない方のイントラしかないクローズドな環境でそうなってる。で、この USB はどういうことかっていうと、内容を見るとね、商品のカタログスペック的には1テラの容量があるっていう USB メモリーなんやけど、実際は4分の1の240ギガしかなかった言うんですよ。で、USB メモリーの中にソリッドステートが入ってるんやなしに SD カードで中身変えてあって、で、基板の中にその差し込んだ PC のデータを抜き取るプログラムが仕組まれてて全部抜かれてたらしいね。で、これをどうやって陸上自衛隊の部隊内に入ってきたか言うたら、石川県の災害復旧の時に、石川県とデータをやり取りする時に、その石川県と USB をやった時に、石川県からもらった USB メモリーっぽいのよ。こう、しれっと日経新聞、これ事実だけ書いてるけど、1テラやって書いてる USB パッと差し込んで、240ギガしか入ってなかったらなんかおかしいなと思うのが普通やと思うんですけどね。それさえ見てないんです。が、我が国の国防を担ってるそうです。でね、これは俺そんな USB メモリーそんな買うたことないから知らんかってんけど、Amazon でこれが今横行してて、感染 USB 民間でも被害が発生してるんじゃないかと。で、アメリカの Amazon と日本の Amazon 見たら、2025年以降これウイルス入ってるっていう口コミがいっぱいあるにもかかわらずその USB メモリー使ってたらしいのよ。なんか、スパイ防止法とかさ、セキュリティクリアランスとか言うてるけどさ、それ以前の話。朝起きて顔洗って歯磨きましょうさえできてないのにもかかわらず、何を偉そうなこと言うてんねん。これはね、ちょっとね、アメリカから怒られるぐらいの大失態やと思いますよ。無理でしょ、スパイ防止法なんて。こんなん。という状態が我が国の状態です。繰り返します。外部のネットワークにつながってる、それこそクラッキング前提のネットワークの側に USB さしてウイルス入ってたんじゃないんです。国防の最高機密を扱う部隊に USB 突っ込んだらウイルス発し込まれたということです。台湾有事が心配せんでええんちゃう？いや、今YouTube にね、ここは国かというコメントがつきましたが、もう一つ、ここは国かという東京新聞の一面です。こんなんばっかりだ今日。これ1回目やで。2回目。ここは国かというコメントが YouTube にありましたが、はい、びっくりしますよ。最新見直しの公文書、法務省が破棄してました。再審制度を見直す刑事訴訟法改正案をめぐり、法務省が自民党部会の事前審査への対応に関する公文書を破棄していたことが、東京新聞の情報公開請求で分かった。ご存知のようにご案内のように、稲田朋美がフューチャーされましたけども、自民党の法務部会が、頑張りまして、刑事訴訟法が検察の有利なように改正されようとするのを止めて、冤罪を防止するためにということで様々な抵抗をして、法務省の提案法案が途中で何度も自民党の要求で書き換えられたんですが、その書き換えられた意思決定の内容を示す公文書がすでに破棄されてたんです。すごいよ。自民党の部会は5月13日に法案を了承。
その5日後の18日に、部会への対応をめぐるすべての資料を情報公開請求した。で、法務省は、その情報公開請求を受けて、1ヶ月経った今月17日、廃棄済みで保有していないと不開示を決定した。1ヶ月前の資料を捨てた言うてるんですよ。これ嘘やったら嘘で問題やし、ほんまやったらほんまでも問題ですよ。ほんまに捨ててるもん。これ2つ目で、今日は3つあるんです。次もね、ちょっと捕まるところを持っといた方がいいと思うんですよ。すでに毎日新聞のスクープで報道されてるんですけれども、2つ目。これも一面です。もう今日は各社スクープ祭りです。はい。検察審査会の氏名2度流出、山口地検の支部。これどういうことかというと、山口地検の岩国支部が不起訴にした事件に不服があるということで、岩国市在住の男性がその事件を検察審査会にかけてたんですよ。で、検察審査会の議決が、不起訴相当やったんですね。で、男性はその結果にも納得いかず、今度は検察審査会のメンバーっていうのは公開されてませんからね。外には公開されてませんから、検察検査会のメンバーを公務員の職権乱用などの疑いで刑事告訴したんです。ここまではわかります？何らかの事件が検察が不起訴にしたと。で、それが気に食わんから言うて、岩国市在住の人が検察審査会に出した。で、検察審査会の審査の結果、その事件は再び不起訴相当になった。で、その不起訴相当になったという検察審査会の決定に不服を覚えたその当該男性は、この検察審査会のメンバーを被疑者不詳のまま刑事告訴した。なぜ被疑者不詳かというと、検察審査会の構成員というのは、外部に公開絶対してはいけないってことになってるから、刑事告訴した。で、刑事告訴を受けて、また検察が検討したんやけど、検察はそこでもう、その、検察審査会のメンバーを公務員の職権乱用で訴えてきた刑事告訴を含めて、不起訴処分にしたんですよ。そこまでは良かったんやけど、その不起訴処分を納得できひんから理由書くれって言うたら、不起訴処分理由通知書という書面ついて、こういう理由で不起訴にしましたって書いた文書を、この当該男性、民間のこの当該財政に郵便で送ってるんだけど、その不起訴処分理由告知書の中に、検察審査会のメンバーの名前全部書いてあってて。で、もう一回、不起訴処分理由通知書以外に、この処分通知書っていうのは別の文書を作ってて、それもその男性に郵送してんねんけど、そっちにも11人の全員の名前書いてあったらしい。しかも1から11の番号つけて。検察審査会が不起訴を相当としても、不起訴を覆す方向の判断をしても、加害者または被害者から逆恨みされる恐れがあり、審査員の個人情報の秘匿は制度の大原則だ。副検事やチェック役が制度の趣旨や運用を十分に理解せず業務に当たっていた可能性がある。社会面に商法が載ってるんですけれども、この山口地検の担当検事の記者会見の様子がね、すごく面白いんですが、制度の趣旨に照らせば極めて不適切だったと謝罪する一方ですね、その手紙をね、まだ回収してないのよ。審査会の氏名が掲載された文書を流出先から回収しなかった点は放置ではないと強調した。審査員のプライバシーの保護を繰り返し、説明に詰まる場面も散見された。で、なんで回収しなかったんですかって聞かれたら、回収を試みた場合、かえって審査員のプライバシーや生活の平穏を害する恐れがあると考えたと釈明。具体的にどういう恐れがあるかを問われ、明確に回答できない場面もあった。最後、今日の締めくくりとして、自衛隊が最高機密を扱うパソコンに中国のウイルスが入った USB を差し、冤罪は許せないということで自民党が必死になって頑張って法務省に法案の修正を何度も依頼した刑事訴訟法改正の時の法務省の部内文書はわずか1ヶ月で捨てられ、検察が検察審査会のメンバーをわざわざ手紙に書いて一般市民に送る国で、今国会では国旗損壊罪の議論がスタートしたわけであります。
いやー、まあ、没落国家ってこういうことなんすかね。ダメになるときってこうもダメになるんですかね。多分ね、核武装して一家に一台トマホークって時代が来てもね、戦争負けると思うよ。まあ、なんか、美しい国日本万歳！日本すごい！万歳！ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。